カウンターの上に出された寿司を見て、俺は困惑した。下駄にはガリとシャリしか乗っていない。ネタはどこへ行った？隣の後輩も唖然としている。お任せを頼んで、これはあんまりだ。どうですかね。うちの寿司は貧乏人の口に合いますか？大将が今日一番の笑顔で問いかけてきた。ここまでストレートな侮辱を受けるなんて上等だ。笑う大将を見つめたまま、俺はある大きな決断をした。俺の名前はフミヤ、33歳。執筆関係の仕事をしている。つい先日、俺は学生時代の後輩から思わぬことで泣きつかれた。彼女が母親の誕生日を祝うためにある寿司屋に行った時のことだ。その寿司屋の大将からとんでもなくひどい扱いを受けたのだという。あの店、本当に最悪ですよ。と、智子は今まで見たこともない怖い顔で怒りながら言った。私とお母さんのことをちらっと見ただけで挨拶も何もないんです。お寿司の出し方も荒っぽいし、まともに接客するつもりなんかちっともないみたいでした。それはひどいな。智子たちは何も失礼な真似はしていないんだろう？していませんよ。なのにすごく睨まれるし、注文したら舌打ちされるし。私、その場で苦情を言ったんです。そうしたら大将が、なんだとこの貧乏人って怒鳴って。智子と母親は逆に苦情をぶつけられたらしい。大将曰く、自分が客として扱うのは高級志向の常連だけ。見るからに貧相な一見の客など最初から相手をするつもりはない、と。悔し泣きの智子は怒りに燃えながら会計を済ませ、母親と一緒に店を出たそうだ。先輩ならいろんなお店のことを記事にしているから、あの寿司屋のことも知ってるんじゃないかと思って、なんとかしてあの大将をギャフンと言わせられませんかね。智子から店の名前と住所を聞いてハッとした。知っている店だった。昔、祖父家の祖父に連れて行ってもらったことがある。祖父が他界して大将も従業員も入れ替わってからは一度も足を運んでいないけれど。というか、その店と俺との間には実は浅からぬ縁がある。とても放ってはいられない。俺は詳しいことを智子に話して、その場で店に電話した。どうやら今は営業中らしい。大将にはきちんと謝罪してもらわなければならない。俺は智子と店に行くことにした。俺はわざと立場を伏せて店を訪ねた。カウンターと4人掛けのテーブルが2つあるだけの、決して広くはない店だ。若い従業員が会釈めいた仕草をしただけで、いらっしゃいませの声はなかった。カウンターの奥にいるあのこわもての年配男性が大将だろう。大将はこちらを一別した。鼻を鳴らしたのが分かった。客以外の何か、例えば野良猫でも見たような反応だ。そんな大将に向かって俺ははっきりと来訪の意図を伝えた。先日私の後輩がこちらでとても失礼な接客をされたと聞いてきました。事実であればこの場で謝罪していただきたいのですが、大将、彼女に見覚えはありますか？はいはい、ありますよ。ついこの前の夜、母親と2人でふらっと来た人だ。悪びれる様子もない大将。大将は仕込みの手を止めてこちらへ歩いてきた。40代後半といったところだろうか。浅黒い肌、大柄で目つきが鋭い。こんな男から睨まれたら大抵の人はトラブルを恐れて逃げ出すだろう。俺だって怖い。でも今は後ろに智子がいる。俺は毅然とした態度で続けた。では、ご自分が彼女に失礼を働いたことも覚えておいでですね。彼女に向かって貧乏人と怒鳴ったと聞きました。暴言を撤回して彼女に謝罪してください。いやですね。謝るつもりはないです。逆にそっちから謝ってほしいくらいだ。大将はそう笑って肩をすくめた。完全に俺たちのことを舐めている。
こんなに態度の悪い寿司屋の大将がいるなんて。愕然とする俺に大将は逆に謝ってほしいくらいだと言った。あんたたちみたいなクレーマーは本当に迷惑なんですよ。営業妨害そのもの。おかげでこっちはまともな客を相手にできない。身の程をわきまえたらいかがですか。なんてことを言うんですか。私と母がまともな客じゃなかったとでも。まあ、そういうことです。少なくとも日頃うちで相手にしている客層とは全然違う。うちはね、基本的にいわゆる一元さんは相手にしないんですよ。常連さんやその常連さんから紹介された客だけを相手に商売しているんだ。わかりますかね。どの客も平等に扱うわけじゃない。とおっしゃるんですね。できるだけたくさんの客にどんどん来てほしいってタイプの店じゃないんですよ。うちはそういう形態ではやってない。その辺を理解してない客が多いんだ。これが。一流の店には一流の客こそふさわしい。と大将は得意げに胸を張った。内装にも食材にもかなりのお金をかけている。もちろん寿司を握る技術も一流。だからこそ値段設定が高めだし、一元はほとんど相手にせず、常連客の方を優遇する。そういった店側の都合を理解しようとしない客には来てもらわなくてもいいそうだ。一流だけを相手にするという大将の方針は分かりました。ですが、私の後輩を一流じゃないと判断したのはどんな理由からです？どこかにそう書いてありましたか？書いてありましたね。書いてあったも同然です。常連から紹介がなかったし、底辺の貧乏人だってことは見ればわかった。なんといってもオーラがありませんでしたから。底辺の貧乏人。智子が怒りに震えるのがわかった。俺は彼女を制した。感情的になったら負けだ。オーラというのは何ですか？オーラはオーラですよ。うちみたいな高級寿司店に来る常連の皆さんはね、とにかくもう稼ぎも身なりも会話のレベルも全てにおいてハイレベルですよ。貧乏人とは雲泥の差がある。この人はと感じさせるものがあるんです。それがオーラ。ハイレベルな人たちはそういった人たち同士でつながりがある。常人には理解できない価値観を共有する者同士の特別なつながりだ。この店は彼らが互いの価値観を尊重し合い、認め合える特別な場所である。大将は胸を張ってそう主張した。何一つ恥じることはないという態度だった。うちはそういう人たち向けにやってますんでね。まともな扱いを受ける資格のない客から接客態度をどうのこうの言われたら迷惑以外の何者でもないんですよ。おっしゃることはわかりますけれど、はっきり言って嫌な考え方ですね。大将は客には人生の勝ち組と負け組がいるというスタンスで商売をしているわけですね。まあ、そういうことになりますな。だって本当のことでしょ。誰だってそう思っているはずだ。見たところ、あなたも負け組のようですね。違いますか？今度は俺のことまでバカにし始めた。あからさまな挑発だ。でも、乗ってはいけない。俺はできるだけ冷静さを失わないように努めた。世の中には多くを持つ人とそうでない人がいる。それは事実だと思います。ただ、そんな多くを持たない人たちだって、たまには高級な寿司を楽しみたいと思うことはあるし、お店を選ぶ権利だってある。そうですよね。まあ、そういうことはあるでしょう。貧乏人ほど高級な寿司に憧れがちです。そんな彼らがせっかく訪ねた高級寿司店で冷遇されたら、どんな気持ちになるかわかりますよね。きっとがっくりしますよ。クレームだって入れたくなる。店の評判は落ちるでしょう。大将はそのあたりのリスクも覚悟の上なんですか？もちろん、貧乏人から何を言われようと構いません。うちのことをよく理解して、高く評価してくださる勝ち組でハイレベルな常連の皆さんさえいればね。
話せば話すほどこの大将のことが嫌になってくる。ハイレベルな人たちを相手にする人間がこんな態度でいいのだろうか。他の誰よりも気配りや心配りができる人間であるべきなんじゃないだろうか。陰銀無礼な大将は、だから文句があるなら別の店に行ってください、と出口を示した。安さが売りの店が他にいくらでもあるでしょう。回転寿司とか。あなた方にはそちらの方がお似合いです。人には分際ってものがある。身の程をわきまえましょう。負け組の貧乏人には回転寿司がお似合いだ、と。回転寿司をバカにしているわけじゃありませんよ。うちは高級志向、向こうは大衆向け。それだけの話です。おいしい寿司をワイワイ食べられていいじゃありませんか。ま、うちではそんな下品な真似は絶対にさせませんけどね。大将は一元さん大歓迎の高級寿司店だってたくさんある、とも言った。そういった店なら相手が底辺の貧乏人でも金さえあれば受け入れてくれるそうだ。でもこの店は違う。そういう方向性の店とは一線を画している。大将はそう繰り返した。やりとりすればするほど腹が立ってくる。でも俺は何度帰れと言われても絶対帰らなかった。常連さんだけを相手にする店だというのなら、会員制にするとか完全紹介制にするとか、そういった方法がありますね。実際そういう寿司屋さんもあると聞きますけど。ありますね。私も何軒か知っていますよ。大将はなぜそうしないんですか。何もアナウンスしなかったら誰でも入れる店だと思われても仕方ありませんよね。それなのに入った後でうちは常連しか相手にしないじゃあちょっとひどすぎますよ。説明責任を放棄していると思いませんか。説明責任。私は政治家じゃなくて寿司屋なんでね。そんな責任は知りませんね。商売なんだから何だってこちらの自由にする権利があるはずです。違いますか。会員制だとか紹介制だとか、そういう案内を出すかどうかまで含めて私の自由ですよ。確かにその通りだ。ただしそれはこの店を作って商売を始めたのが大将自身である時の話。ここの場合はそうじゃない。彼がいわゆる雇われ大将であることを俺は知っていた。俺がそのことに触れると、大将はそこで初めて苦い顔をした。態度から余裕が消えた。こっちにはこっちの都合があると言っているでしょ。しつこいな。オーナーの意向は無視ですか。こんな経営方針認められると思いますか。店の経営についてごちゃごちゃ言うのはやめてもらいたいな。だいたい金も常識も将来もないないない尽くしの底辺どもがこの俺様の店の敷居をまたぐなってんだ。それが本音ですか。おっと、失礼しました。つい口が滑ってしまった。ま、本音といえば本音です。私は貧乏人が大嫌いでね。連中、寿司の味なんかどうせわからないくせに批判だけは一人前でしょ。食べる前からクレームを入れられたりもする。たまりませんよ。まともな接客をしてもらえなかったらクレームを入れたくもなる。この大将が言うことは部分的には正論かもしれないけれど、ものすごく嫌だ。俺は大将に自分が記事の執筆で生計を立てていることを話して文章化の許可を得た。批判記事じゃない。大将のスタンスとそこから俺が感じたことをそのまま文章にする。批判してもらっていいですよ。と大将は笑った。評判なんか気にしないのだそうだ。最初に言った通り、智子に対する謝罪もしないという。智子はすごく悔しそうだった。最後に大将の寿司を食べてみたい。俺がそう頼むと、大将は大きなため息を漏らした。仕方がありませんね。今は予約のお客さんもいないし、構いませんよ。俺と智子はカウンターに並んで腰掛けた。注文はおまかせ2人前。あいよ。と
大将は気のない返事をした。これでもしも出てきた寿司がまずかったら最悪だ。褒めていいところがどこにもない。隣の智子は上目遣いに大将を睨んでいる。どうやってなだめたものか見当もつかない。やがて大将が、へいお待ち、とカウンターに寿司を並べた。その瞬間、俺は思わず固まってしまった。出された下駄の上にはガリとシャリしか乗っていなかったからだ。智子の前に出された下駄もそうだった。ネタはどこへ行ったのだろう。唖然とする俺たちに向かって大将がカウンター越しに満面の笑みを見せた。どうですかね、うちの寿司は貧乏人の口に合いますか。我知らず、俺は椅子を倒して立ち上がっていた。こんなにもストレートな侮辱を受けるなんて初めてのことだ。ことを荒立てるつもりはなかったけれど、ここまでされたら仕方ない。俺は怒りで震える自分自身をどうにか押さえつけて、まずいです、と大将に笑いかけた。まずすぎます。全然合いません。だから、この店潰しますね。なんだそりゃ。あんた何様のつもりだ。私がこの店のオーナーなんですけど。何か。はい？俺が祖父の名前を出すと、大将は真っ青になった。隣の智子も目を丸くしている。隅の方にいる若い店員も不安そう。みんながみんな信じられないという表情をしている。だけど、本当のことだ。俺は粗放家の祖父からこの店を含むいくつかの不動産について生前分与されたばかり。智子から店名と住所を聞かされたときは驚いた。オーナーとしていくらか責任も感じた。祖父はこの店の経営に口を出さなかったようだけど、俺は違う。意見は言わせてもらう。ここを訪ねるにあたって事前にあれこれ確認させてもらいました。大将、あなたがこの店を前の大将と交代してからというもの、売り上げは落ちる一方ですね。はい、そうかもしれません。かもしれませんじゃないでしょ。祖父に相談せずに勝手に客の選別を始めて、高級志向だのなんだの言い始めたのはあなたですよね。売り上げが落ちたのはそのせいだ。申し訳ありません。ただ、ある程度の実績は出しています。この路線で常連のお客様が増えてくれれば、前以上に稼ぐことも可能じゃないかと。だから、そんな経営方針を誰が許可したって言うんだ。俺が怒鳴ると、大将の大きな体が縮んだように見えた。泣きそうな顔をしている。泣きたかったのは侮辱された客たちの方なのに。最後まで穏便に済ませるつもりだったけれど、予定変更だ。この大将に遠慮はいらない。あんたの言い分はわかるよ。高級志向の寿司屋は実際にあるし、ニーズだってあるから経営できているんだろう。でもな、この店でそんなこと許さない。わかったか？はい、申し訳ありませんでした。平謝りの雇われ大将。彼は俺に促されて、智子にも頭を下げた。寿司をご馳走したいと申し出てきたけれど、俺は断った。こんなろくでもない人間が握った寿司なんて絶対に口にしたくない。俺はその場で大将をクビにすることを宣言した。嫌だと言われても聞かなかった。これくらいの処分をされても仕方ないような真似を彼はした。すべては自業自得だ。後日、俺は正式に大将を解雇。大将は辞めたくないですと俺にすがりついてきた。あれだけ失礼な態度をとっておいて、謝って許してもらおうだなんて虫が良すぎる。俺がそう言って突き放すと、彼は苦虫を噛みつぶしたような顔で一礼して去っていった。その後、元大将がどこへ行ったかは知らない。店をそのままにしておきたくなかったので、俺はすぐまた新しい板さんを雇った。腕が確かで温和な人柄で、何よりもお客さんを大切にする。そんな職人さんだ。価格設定も大きく見直して誰でも入れるようにすると
すぐに人気が出た。今では智子も母親を連れて気軽に通ってくれているらしい。今度俺も家族と一緒に店を訪ねて美味しいお寿司を楽しみたいと思っている。